この音は40年以上も前に奏でられた。そして今も我々の耳を打ち、心に響く。この演奏者は当時まだ少年だった。小さな手がサラサーテやパガニーニを奏でると、人々は驚き興奮した。天上の調べが少年の楽器を借りてこの世に現れいでたのだと批評家は言った。少年はやがてアメリカへ渡った。そしてある日突然奏でることをやめてしまった。渡辺茂雄の父末彦さんは今年87歳。今もわずかだが弟子を取り、週末だけ鎌倉の自宅で教えている。茂雄には1日8時間バイオリンを弾かせたが、今は時代が違うと渡辺さんは言う。三笠宮様の前で演奏したが、どうもうまく弾けなかった。メンデルスゾーンの三楽章の難しいところなどは練習不足で汚かった。テレビに出るには顔に何かを塗らなくてはならない。まるでおかしな顔だ。茂雄が初めてリサイタルを開いたのは昭和23年の暮れ。その時わずか7歳だった。渡辺家のアルバムには演奏会での茂雄の写真、パンフレット、茂雄に関する新聞記事などがきれいに貼られている。そして昭和28年の夏には名古屋で初めての地方公演を行っている。茂雄は小学6年生だった。本当にこの少年に弾けるんだろうかと、このお茶っぴーの子供みたいな、それがふざけたりなんかしてるけれども、練習の時になると全くそのオリエンテーションが良くて、どこどこがいけませんね、あれがいけませんねということを先生のシュタフォンハーゲンに言いながら、彼が言うんですか？どこどこ合ってない、ここダメだと。で自分が一生懸命にみんなに合わせてもらうんじゃなくて、みんなを引っ張って一緒に音楽してるんだと。どこどこダメだ、あそこダメだ。で自分がどこがダメということは誰も何も言われなくても自分は完成してるんですね。当時若井さんは医学生であると同時に名古屋交響楽団のコンサートマスターをしていた。リハーサルで茂雄の才能と子供とも思えぬ指導力に脱帽し、そして本番を迎えた。誰にも出せないような音色、なんともあったかいこの恍惚状態っていうのは、それでもう眼鏡が曇ってしまっても楽譜が見えないぐらいボーッとなるんです。でベートーベンの第二楽章ってあんな精神があるということはね、本当に思いがけないショックですね。あれほどの恍惚を作れるという。初めて茂雄と出会い、すっかり魅せられた若井さんは、その後アメリカで再び茂雄と相まみえることになるのだが、それは演奏会場ではなかった。
バイオリンのお稽古が済んだ後、ピアノの練習をしました。夜になってからお隣のおじさんが来て、いろいろと楽しく遊びました。バイオリンのお稽古が済んだ後、パン屋さんに行きました。それからピアノのお稽古をしました。重雄は渡辺末彦さんと妻の美恵さんの間にできた子供ではない。美恵さんの妹夫婦の子供を渡辺家が養子にしたのである。重雄の生みの母親もバイオリニストだった。重雄は5歳の時、自ら希望して養父の末彦さんについてバイオリンを習い始めた。それは世界一のバイオリニストを育てたいという末彦さんの夢とも合致した。渡辺末彦さんはプロのバイオリニストとして活躍していたが、自分ではバイオリンを始めた年齢が遅いことをずっと悔やんでいた。使用始めもバカじゃないかと思うぐらい、もう本当についてこなかったです。ところが人と違ってることは、もうどんなに苦しくってもやめないことですね。頭だともうこっちが逃げて、もうそんな弾けないな、外へ遊び行きなさいってこっちが逃げるんですよ。彼はもう涙流して立って頑張るんです。おいでこっちはもうびっくりして、随分頑張るやつだなと思ってね。でまたこっちかわいそうやって冷静になって、それからまたやりだすわけです。絶対逃げないんですよ。そこはもう当たり前の人と違うんですね。それで努力してある時が来たら反対にもうこっちはかなわない、今度はもうどんどんやりだして。夜、レコードコンサートにメニューインのバルトークのコンチェルトを聴きに行ったが、深みのない演奏だった。日比谷公会堂でグルリットさん指揮でバルトークのバイオリンコンチェルトを演奏したが、オーケストラがついてこないので合わせるのに疲れてしまった。午後、初めて NHK 交響楽団と練習した。これで日本のオーケストラ全部とやったわけである。7歳で神童と言われた重雄である。中学に上がる頃には、当時の日本のクラシック音楽の環境はすでに狭すぎるものになっていた。ちょうどこの頃、バイオリンの世界では神様と崇められていたヤッシャ・ハイフェッツが日本に演奏旅行にやってきた。世界一のバイオリニストが重雄の演奏を聞いたら何と言うだろう。誰もが興味を抱いた。どうにかしてオーディションを受けさせることはできないだろうか。しかしそれは簡単なことではなかった。Heifetz was not known for being helpful with young students, and I knew that he didn't ever give auditions. And we had met Shigeo, and he seemed to have a great deal of talent. ルックさんは当時夫と共に東京に住んでいた。渡辺家とも付き合いがあり、重雄の才能はよく知っていたが、気難しく多忙なハイフェッツが12歳の子供の演奏を聞くために時間を割いてくれるはずがなかった。そこでルック夫人は自宅のパーティーにハイフェッツを招き、偶然を装って重雄と引き合わせることにした。Shigeo played the piano and Mr. Heifetz played the fiddle. They were all back and forth, and it really had a very good time, and playing all kinds of music, any kind, nothing particularly very serious, but it was just lots of fun. And when the children all went back upstairs to bed, Mr. Heifetz said, "You know, this boy does indeed have a great deal of talent, and he should go to the States immediately and study with Mr. Galamian at Juilliard, because he's now 13 or 14, I forget how old he was. But he said, if he doesn't get his technique by the time he's 16, he'll never have a chance to really be a great artist." ハイフェッツは帰国後すぐにルック夫人に電報を送り、
茂雄の才能に心を奪われたと伝えている。渡辺家のアルバムの中に、ハイフェッツの尽力でジュリアード音楽学校への推薦入学が決まったという新聞記事がある。家族3人の喜びに満ちた写真が添えられている。新聞の写真は笑っていても、茂雄のジュリアード留学に対して両親はあまり積極的ではなかったと父親の末彦さんは40年前を振り返る。特に母の美恵さんは中学生の息子を一人で外国へやることに不安を抱いていた。ピアニストの田中園子さんは茂雄のほとんどのリサイタルで伴奏を務めた人である。今も時々食料品を買い込んで男だけの渡辺家を訪ねてくれる。いたずらっぽい顔してね、で練習してますでしょ、リハーサルの練習なんかしてる時でも、やっぱり外で子供の声が聞こえたりするとね、なんとなく目をちらっとこういうふうにね、そっちの方に向けたりしてやっぱり気になるんですよね。である時ね、こういうことが情熱的にってどういうことってこう聞くんですよね。6歳ぐらいじゃないかしら。なんかどっかに書いてあったんですよ、曲の中に。でこれ情熱的にって情熱的ってどんなことっていうからちょっとこうね表現しにくいですよね。だけどそういう言葉がわからないのにもう音楽はそういうふうにやれるわけですよ。だからね、そこはやっぱり天才少年ですよね。朝学校に行く時、靖国神社の中を通ってみると落ち葉が足元にたまって歩くとカサカサと乾いた音がする。ここのイチョウはまだ全部散っていないが、この葉もいつか地上に散り果ててしまうのだ。今日は空がどんよりと曇って活気がない。お昼から雨がしとしとと降り始めてひどく温度が下がった。こういう日はどうしても元気が出ない。昭和30年、アメリカへ立つ日の渡辺茂雄。緊張しているのだろうか、両親との別れがつらいのか、茂雄の顔はどこか浮かない。多くの人が茂雄の出発を見送った。この時すべての人が数年の後にはこの同じ場所で成長し大人のバイオリニストになった茂雄を出迎えることになるのだと信じていた。上級クラスの生徒が舞台の上で演奏しているが、これは演奏会ではない、公開授業である。見学者は7ドルを払って未来の大バイオリニストたちが先生に絞られるところを見て楽しむ。ミュージックアカデミーウエストは毎年夏の2ヶ月間だけ開校する。世界中から若い優秀な演奏者ばかりが集められ、技術を競い高め合う。最近ではバイオリニストの後藤みどりさんもこのアカデミーに参加している。日本を発った茂雄はまずこのミュージックアカデミーで2ヶ月を過ごした。昭和30年、このアカデミーにもう一人日本人がいた。ソプラノ歌手矢野茂さん。当時27歳だった。その時の私たちのスポンサーしてくださってたエドワーズ夫人はもう興奮してましてね、小さい男の子が来るからそれで天才少年だって言ってね、大変期待して待ってたようですし、私も会った時若い子が来たなと思ったんですよ。
重雄と矢野さんが世話になったエドワード邸、日本でハイフェッツと重雄を引き合わせてくれたルック夫人の実家である。ルック夫人の母親であるエドワード夫人は大の日本びいき、日本から来る若い音楽家たちの良き理解者であり、また経済的な支援者、いわゆるパトロンであった。アメリカ西海岸の明るい日差しの下で重雄の外国生活は始まった。選び抜かれた若者たちの間でも重雄の演奏技術はたちまち話題になった。開放的な環境の中で重雄は思う存分楽しんでいるように見えたが、矢野さんは小さな事件のことを覚えている。ある日突然ね、いなくなったことがあるんですよ。で、朝から私たちも自動車で街中探し回ってもいないから、警察にね探してもらわなきゃなんないんじゃないかなんて、もうエドワードさん真っ青になってたのね。そしたらね、夕方頃ね、リビングルームでねポロンポロンってピアノ弾いてるのね。頭はねなんか葉っぱだらけにしてねいるの。そこのエドワードさんのお庭に大きなアボカドの木があるんですけど、そこで昼寝してたって言ってねなんか誰にも会いたくなかったらしくってね、そこに一日いたんですって。あなたよっぽど辛い思いしてるのねって私がね言ったらね、もう途端に泣き出しちゃってね。だからなんかやっぱり気持ちとしてこう収まりのつかないことがいろいろあったんですかね。2ヶ月の夏季学校の締めくくりに開かれるコンサートで一番若い重雄がソリストに選ばれた。演奏が終わった時には聴衆はみんな立ち上がって足を踏み鳴らし、拍手が鳴りやまなかったと新聞は伝えている。9月、重雄はニューヨークにやってきた。いよいよ本格的な勉強が始まる。しかし重雄から自宅に届いた手紙は希望に満ちたものではなかった。空から見たニューヨークは僕の想像していたニューヨークと全然違っていた。何が違うとはっきり言葉に表せないが、なんだか違う。あまりきれいな街ではない。ニューヨークでは日米協会が重雄の身元保証人になり、日系人の家にホームステイをした。これからここで暮らさなくてはならない。何も面白いことがない。まるで暗い穴の中にいるようだ。ジュリアード音楽学校。フィラデルフィアにあるカーティス音楽院とともに当時世界最高水準の教授陣を誇っていた。重雄は最年少の授業料免除の特待生だった。バイオリニストの小林健二さんは当時21歳。ジュリアードで3年目を迎えていた。重雄のために歓迎会を開いてくれた。天才少年と言われてる人だし、内心こちらもビクビクしてたんですけどね、どういう対応していいのか分からなくて部
部屋に入ってこられたらねなんか急にこう腰に手をやってねおもちゃのピストルを取り出してこうやってこうね「手を挙げろ」とこう言われたんですがいきなり。でみんなこうやって「あ参った参った」ってこう手を挙げた感じなんですけどそれが初対面でしたけどね。もしかしたら演出だったかもしれないですね。演出というか逆にみんながこう気を使ってねいう時に自分のもう一つの面をねまあ子供らしいというか男の子らしいというかそういう一面を見せてくれたんじゃないかという。茂雄のバイオリンの先生ガラミアン教授。茂雄はレッスンが始まって3ヶ月目から先生の家に下宿することになった。同居させて生活の面倒まで見るということはね、めったにあることじゃないと思うんですね。まあ一つはもちろん彼の才能を認められたことということもあるでしょうし、それからまあハイフェッツ氏から紹介を受けてまあ頼まれたっていうこともあると思うんですけども。茂雄がガラミアン先生の教え方を克明に手紙で伝えている。ボーイングは少し浅いのですが、その他は何も変わりません。目方のかけ方、ロングノートを弾く場合は、弓を軽く持って雑音が出ない程度に目方をかける。スピーカットとは、弓の真ん中で腕を使わずに手首を動かし、指はそれを助けるために少し動かす。それに少し目方をかけないとピシャピシャした音が出る。茂雄が父渡辺末彦さんから教えられたのは、今では珍しいアウアー奏法というロシア型の演奏法である。ロシア・ロマノフ王朝時代の高名なバイオリニストレオポルド・アウアーの始めた演奏法で、ハイフェッツもその弟子にあたる。弓を深く持ち力強い音を出すことができる代わりに柔らかさに欠けると言われている。写真を見てもね、昔の写真やっぱり深いですね。深いっていうのは人差し指が深いんですね。こういうふうに持つわけ。青織式の昔のらしいのね。でその手紙を書いたのは浅いっていうことはこうなんですよね。でガラミアンの奏法っていうのは浅い方で。江藤俊也さんは茂雄より14歳年上。早くから少年バイオリニストとしてステージに立ち、20歳でアメリカのカーティス音楽院へ留学した。卒業後はカーネギーホールで華々しくデビューし、日本の生んだ最初の国際的バイオリニストとして活躍している。ガラミアンだったら絶対それよしやめて、この今私がやってるその奏法に直せっていう態度ですからね。ガラミアン先生はものすごく素晴らしい先生ですよ。もちろんそうですけど、そういうシステムがありますね。ガラミアンシステムって、それに服従させないと気が済まない人だから。自分のやり方にしろというわけですね。そうした方が音が良くなるし、お前うまくなるんだと。そしたら渡辺茂雄自身はもう俺はお前だというそのぐらいの年ですからね。茂雄はアメリカへ留学する前の年に両親と共に江藤さんの家を訪ねている。夜、江藤さんに会いに行った。チャイコフスキーを弾いてみてくれというので、一楽章を部分的に弾くと、僕の言う通りにやってみてくれと言って、レッスンのような形で方々を直されたが、それが終わるとカーチスにはすぐ入れると言われた。この時茂雄はハイフェッツの紹介でジュリアードへの留学が決まりかけていた。ハイフェッツはもうね、本当のハイフェッツ神様のようなもんだから、その人が言うこととね
僕の言うことなんかそれは運転の差があるんですよね。本当は僕の方がよく分かってると思うんですよ。教育とかそういうことに関してはね。ガラミアン先生がこういう彼のガラミアン奏法でやってますね。そこに来てこういうのが来たらそれは絶対やめさせますね。強制的に。たったそれだけの違いでもそれは茂雄さんにとっては根本的な違いなわけもですね。う本当に成果死ですよ本当に。父の英才教育の下で茂雄の演奏技術はすでに出来上がっていた。技術的には完璧だったと江藤さんは言う。渡辺茂雄のような天才はその後日本に出てきていますか？いません。絶対いないと思う。茂雄は結局1年足らずでガラミアン先生の家を出る。そして次に日米協会の職員の自宅に下宿することになった。私の耳にも入ってたのはハイフェツがもう30年の間にはこういう天才は来たことないって言ったこと私知ってました。ゴードンさんの父はピアニストのレオ・シロタ。戦前の日本のピアノ教育の草分け的存在だった。少女時代を日本で過ごしたゴードンさんは音楽に通じ、また日本の文化もよく理解していたので、茂雄の相談役としては最適だった。この頃、茂雄は気難しい少年だと思われるようになっていた。この子は愛がいるっていう気持ちが強かったんです。いつでもそれを探していたみたいです。私のうちの中に、ちょうど私の娘が2歳だったんです。そしてなんだか私は子供を可愛がる時に茂雄さんがちょっとやきもちが出たみたいです。だから愛がいるみたいな感じがすごかったんですよ。だから私できるだけ茂雄さんが欲しいものをねどうか与えたいと思いました。だってこういう天才がもっと幸せになればいいと思ったんですよね。この頃の茂雄は日本嫌いだったという人がいる。バイオリンの稽古に身が入っていなかったという人もいる。真実はわからない。確実なことは茂雄は孤独だった。ビオラ奏者のナターシャ・ゲントさんは茂雄より8歳年上。ジュリアードの先輩だが音楽に関しては茂雄を崇拝していた。Shigeo, at the age of 14, was in a quartet at Madamount, where we were there for 2 months to practice 8 to 10 hours a day, and we were in a quartet together. There were 3 young men, Shigeo 14, the others a little older, and myself 20. We never rehearsed once. And yet it came the performance. And he guided us, he held us in a magnetically musical spell. We each got signals from him without anybody really seeing any signals. 夏の合宿の時の四重奏団の写真がある。茂雄は足だけしか写っていない。故意にフレームから外されたのだとナターシャさんは言う。They were jealous. He could play the violin in a way that was even better than Paganini. He was brilliant with his phrasing, his technique was impeccable. Where all of us at Meadowmount practiced 8 to 10 hours a day, Shigeo practiced half hour. He knew everything, musically, technically.
inspired performance each time. ガラミアン教授の夏合宿は有名だった。見学者が来るたびにガラミアン教授は茂雄に演奏させて自慢した。He was our century's Mozart. He was an incredible musician, violinist. His imagination has not been surpassed by any string player or any kind of musical player. He was unforgettable. いろいろと考えることがたくさんあって頭がおかしくなっているので、手紙を書き続けるのがとても難しいので、9月まで手紙を書かなくてもよければとても楽だと思いますが、それについて返事をください。留学して2年目に入っていた。日本の両親は茂雄を早く帰国させてほしいと日米協会に依頼している。この頃、日本のラジオ番組のために茂雄が録音した肉声のテープがある。皆さんおめでとうございます。アメリカに来てもう1年半になりますが、おかげさまで元気にバイオリンの勉強を続けています。先生がとても熱心に教えてくださいますので喜んでいます。はじめは英語やいろいろ不自由しましたけれども、この頃すっかり慣れて勉強に励むことができるようになりました。勉強のほかにカーネギーホールやメトロポリタンで音楽の演奏をいろいろ聞いていますが、とてもこれも勉強になります。とにかくここで一生懸命勉強して日本に帰って皆様に喜んでいただけるようなバイオリニストになりたいと思います。この私の放送をお父さんとお母さんが聞いてくださったらとても嬉しいと思います。さよなら。昭和32年の春、茂雄はニューヨークの郊外にあるロックランド病院を訪ねた。日本人の精神科医竹友康彦博士が茂雄に面会した。一番記憶にというか印象が鮮明なのは、非常に賢い人で、茂雄さんとの話はもちろん本人の意思で英語でしてたんですけれども、会話の途中で突然「先生の英語は間違ってる」と言い出して「どうしたの?」って言ったら、先生が今シーサイドって言った。何かのことで自殺のことをごく普通のカンバセーションにしてたと思うんですけども、あれはスイサイドであってシーサイドではないと言いますのでね、驚いてスイサイドって言わなかったかなって言ったら、いやいや先生は間違ってる、スイサイドだと。随分元気な発言だなと思いましてね、こういうことと同時にみんなが手こずってる問題の裏にある大きなことは、オーソリティに対する態度というものに非常な問題があるんだなと。オーソリティにある人とのインターパーソナルな対人関係に非常な問題がある人だなと思いましたね。これは非常に鮮明な印象でした。竹友医師の提案で茂雄はしばらくニューヨークの町を離れ、竹友医師の助手としてこのロックランドで暮らすことになった。およそ3ヶ月、茂雄はこの間一度もバイオリンを持たなかった。科学の実験を楽しそうにしていたという。危機は去ったかに見えた。たびたびお手紙をいただきながら返事が書けなくて心配をかけてすみません。みんなのおかげでロックランドに来ることができ、気持ちも体もすっかり元気になってきました。またお便りします。茂雄。
昭和32年9月、茂雄はアパートで一人暮らしを始めた。そしてその2ヶ月後、自分の部屋で多量の睡眠薬を服用し、昏睡状態に陥っているところを友人に発見された。この年も渡辺家のバラが咲いた。渡辺末彦さんの自慢の一つは、スルスルと2階まで伸びた赤いバラで、息子が自分の部屋からバラを眺められるように工夫したのだそうだ。はい、どうもお待たせしました。どうも。ほら、おじいちゃん。渡辺茂雄さんは今年55歳になった。リサイタルでコンビを組んできたピアニストの田中園子さんは今でも茂雄ちゃんと呼んでいる。その時茂雄さんはふっと笑顔を漏らす。懐かしい。コーヒーどうぞ。はい。この人ね、昔使ったバイオリンを見せると、いつでも懐かしがってよ。僕の楽器は知らん顔してますけどね、自分の見るととってもね懐かしそうですね。やっぱりね、私絶対ね分かるんだと思いますよ。茂雄さんは昭和33年1月日本へ帰ってきた。それからおよそ40年、家族3人だけの、そして母の美恵さんが9年前に亡くなってからは父と子2人だけの生活がずっと続いている。本当にわからないですね。でどこまで分かってるか分かってない。もうバカなことするかと思うとテレビ見てもちゃんと涙流して見てますしね。だから脳細胞が広くやられてるっていうから、やっぱりいろいろ残ってていろいろそう出るんじゃないでしょうか。家の中ではいろいろなものが40年前のまま止まっている。古いポスターの中で少年は7歳のままである。とにかく向こう行ってからは演奏が暗いですね。全然悲しげです。ほいでなんかやっぱ圧迫されたような音が詰まったようなですね、のびのびとした音は出ないですね。そういう息子の音を聞くのはやはり辛いもんですか。やっぱり嫌ですね。気分が暗くなりますこっちも。とにかく音っていうのは正直なんですよ。僕はもうハイヘッズ自身を教えてもらいたいと思ってたんですよね。それが理想ですね。それで今度絡み合いに逆らっていろいろもう問題起きたんで、今度はいよいよハイヘッズを教えることになったっていう手紙が来たんですね。それで今度はハイヘッズに対して茂雄はどういう態度を取るだろうっつって周りはみんな興味を持ってたらしいですね。その後一月か半月に事件が起きちゃったんです。父親は当時も今も息子が自殺を図ったという見方を一切否定している。息子が自ら命を絶とうとするはずはないと信じている。アメリカ留学中の日本人医師若井一郎さんは事件を知りすぐに病院へ駆けつけた。若井さんはその4年前、名古屋交響楽団で茂雄と共演して以来ずっと心酔していたが、こんな形で再会することになろうとは思わなかった。痙攣が止まらない。それとうつ熱と申しましてね、体の中に熱が溜まってあれですね、42度ぐらい
熱が上がってくるんです。もうチンチンになります。そういうわけでね、そうなると脳なんか煮えてしまいますでしょ。それで氷漬けにしたんです。天才バイオリニストが失恋をして自殺を図ったと日本の新聞は伝えたが、アメリカでは日米協会が箝口令を敷いた。これは大きな外交問題に発展するだろうと私は思いました。日本のジャーナリズムがそれを書けば、どうしてアメリカはそういうことをしたのかというね、疑問が日本からはもう絶対取れませんですよ。それで穏便にというそのね言い方じゃなくて、こういうことはアメリカではなかったということにアメリカはしたかったんでしょう。重雄は一命を取り留めたが、口は聞けず歩くこともできなかった。若い医師が付き添い、ベッドに横たわったまま日本へ送り返された。重雄さんの歯磨きから渡辺家の一日は始まる。体や頭のマッサージ、廊下を使った歩行訓練など、末彦さんが息子のために考え出した体操が1時間余り続く。食事、着替えはもちろんだが、風呂が一番大変だという。はい、そこうまく。あらダメじゃない。Oh, this is Shigeo. This was the picture of Shigeo. アメリカ留学中は大勢の人の世話になったが、事件を境にぷっつりと関係が途絶えた。I mean, it's the only way I can think of it is that it's really kind of like a Greek tragedy. You know, I think it's two cultures trying to learn about each other. Obviously, Shigeo's upbringing was very unusual, even for Japan. But certainly it was a very Japanese upbringing. And then to be suddenly thrust into America. Our culture, our society killed him. Specifically his teacher, specifically because he was in a country where he didn't know the language, a young man of 14 doing nothing but practicing. That's ridiculous. And somehow I feel that people didn't know how to handle his brilliance.「静かな午後、息子は2階で昼寝をし、父親はソファーに落ち着いて息子の音楽に包まれる。渡辺重雄は作曲もしていた。そしてその分野でも非凡だった。人生は疾風のように現れ消えていく。渡辺重雄が11歳の時に書いた詩の一部である。早熟で
やや遠征的で、そして彼自身のその後の人生を暗示している。渡辺茂雄の半生を顧みるとき、もしあの事件がなかったらと考えることは可能だろう。しかし年齢を加えることが音楽を成熟させるとは限らない。切々とした悲しみ、純粋で透明だが子供らしくはない。もしかすると茂雄の演奏にはもうその先に行くべきところがなかったのかもしれない。だとすればその美しい音色こそ渡辺茂雄の人生を暗示していたのではないだろうか。花はたちまちにして開き、その後に長い静かな時間が残された。